んにちは、ひなたです。今日はたくさんリクエストいただいていた私のマレーシアのうちのルームツアーをしたいと思います。私マレーシアに引っ越してだいたい2ヶ月ぐらい経ったんですけど、やっとお部屋の配置とかね、いい感じになったので皆さんにご紹介したいと思います。では最後までお楽しみください。こちらが正面のドアになってて、靴箱とかがないんですよ。玄関がないっていうのがね、ちょっと日本と違うかなと思います。この横に謎の受話器があるんですけど、これ使ったことはないですどこにつながるのかもわかんない。フロントかな、番号を押すとこもないんでちょっとよくわからない受話器がありますでここが物置になってるんですけど、ちょっとめちゃくちゃ汚いので中はちょっとお見せできないんですけど、スーツケースだったりティッシュとかなんかストックと、あと靴を全部この中に入れてます。で続いてこちら横行くとまた同じような細いドアがあって、この中には謎にちょっと鍵付きなんですけど、このドアがめっちゃ重くって、よいしょよいしょ、毎回めちゃくちゃ力いるんですが、ここを開けるとこんな感じで洗濯機が入ってます。で上の方にちょっと洗剤とか適当に置いてるんですけど、乾燥機付きのがもともとついてきました。半外みたいな感じでここにあります。でその横に行くと冷蔵庫があります。なんかお見せできるものほどないけど、こんな感じで冷凍食品と、結構スカスカなんですがこんな感じで結構大きい冷蔵庫があります。その上に鍋キューブのストックと、あとスポンジとかゴミ袋とかもねここに入れてます。でそのまま横に行くとキッチンがあります。キッチンも収納たっぷりで結構広々してていい感じのキッチンですこの上にはプロテインシェイカーとかタッパー系ですね。作り置きもよくするのでそれ用のやつとか、あとここはお皿系ですね。マレーシアの面白いところはこういう感じで一回電源を入れないと IH とかつかないんですよ。なんでお風呂のお湯の給湯器とか、あとエアコンをつける時とかもこういうのを押してリモコンで操作するみたいな感じになってます。で換気扇はここを開けると電気がつくって感じです。こちらに行くとこのマジで謎のスペースがありますカウンターテーブル本当に使ったことなくてめちゃくちゃ使いにくいんですよこれ多分ここのねちょっとデッドスペースをどうしようかっていうことで置いていただいたんですけど、なかなかこうなんかめっちゃ壁と近いし、壁向かいながら食べることもないよねって感じで、ちょっとこのスペースどうしようかなって考え中のところになってます。いつもね部屋干しをよくするんですけど、その時にシーツとかはこの2個をここに置いて、なんか洗濯干しみたいに今は使ってます。これが、レンジです、はい、でレンジはついてきてなかったので自分で買いました。でもね結構レンジとオーブンとかついてるところも多いです。なのでね私オーブンないのがちょっと残念だなって思ってるポイントです。でこの上の棚にはこれは彼のお母さんがくれたクリスマスカードで、これは元からついてきてて、こういうのも全部ついてきたやつです。であとここには編集でいつも使ってる iPad とノート置いてます。ノートはなんか書かないと忘れちゃうなっていうことが多いので YouTube のことだったり今後やりたいなと思ってることとかもノートに書くようにしてます。そのままこっちに行くとダイニングテーブルがあります。そう、あとマレーシアでねティッシュ買ったら基本的になんか香り付きなんですよ。だからこれもなんかフローラルの香りがしますでここには出勤用のカバンを置いてます。で面白いのがマレーシアの賃貸ってほとんど家具付きなんですよ。なんで自分で買う必要がないので初期費用をぐっと抑えられるかなと思います。だからこの花瓶とかこのなんかね可愛らしいキャンドルとかも元から家についてました。でこういうマンションって大体一室ごとにオーナーさんが違うんですよ。なんで日本の賃貸の管理会社が一つあってそこにみんな住むっていうのとは少し違うくって、一部屋一部屋をオーナーさんが購入して貸し出すっていうようなことをする人がすごく多くって、こういうコンドミニアムがねもう大量にあるので
皆さんやっぱり高値で借りてもらいたいので、家を買った時点でこの内装のどうするかとかをデザイナーさんを雇って全部をプレゼンしますみたいな感じでし出してる方がすごく多いです。なので私もこのにした決め手はこの可愛い雰囲気だったり、この壁の感じとか色合いとかがすごくいいなと思ってここに決めたので、もう家具とかが全部ついてくるからこそ、その家自体はすごくよくっても内装がね微妙だったらこうちょっと借りるの微妙だなってなっちゃうので、なかなか私もいろんな面で条件が揃った家を見つけるのは難しくって10件以上内覧してこちら決めました。ここに行くとリビングがあります。その前に一応ここにベランダがあるんですけど、めちゃくちゃちっちゃいベランダがあるんですよ。開けたらめっちゃ虫入ってきそうで嫌だなと思ったのでこんな感じでちょっとマスキングテープで養生しました。なのでここは開けることはありません。でこちらがリビングになってます。でこの子はいつもお風呂上がりにストレッチする時に使ってて、でヨガマットはその時と、あと筋トレとか家でやる時に使ってます。これはね全然ボコボコしてないんですけど、めっちゃ軽くって意外と気持ちよくってね、よく使ってます。マイフィットっていう韓国のブランドなんですけど、マレーシアのショッピーっていう、なんて言うんだろう、日本でいうところの9点みたいな安くて何でも売ってるようなサイトで買いました。このソファーも普通に可愛いよね。これも可愛いよね、この何とも言えない椅子これはねあんま座って使うことはないんですけど、こういう感じで足置きによく使ってます。でこのテーブルの上にはこの雲型ティッシュと毎朝飲んでるマイプロテインのビタミン、これマルチビタミン。やっぱこういう目に入るとこに置いとかないとなかなか飲み忘れちゃうのでね、ここに置いてます。であとこれ可愛くないですか。これにはなんかヘアクリップとか薬系とかヘアゴムとかを入れてます。テレビも最初ついてなかったんですけど、オーナーさんにダメ元で交渉したらつけてくれました。でここは手に取りやすいように置いてるんですけど、毎晩お風呂上がりにこれで足とか体をマッサージするので、このマッサージの木のやつ、これめっちゃ気持ちいいんですよ。とあとボディクリームはバセリンの UV エクストラブライトニングローションっていうのが売ってて、私マレーシアに来てめっちゃ日焼けしたんでちょっと肌白くしたいなと思って、このクリームでなるわけないけどちょっと気休めに買ってみました。でこれが私これ完全にボディクリームだと思って2週間ぐらい使ってたんですけど、めっちゃ肌が痒くなってきてって思って見たらボディウォッシュだったんですよ。そんなことあるみたいな、いやこんなちっちゃく書かないでよっていう感じで、中身もめっちゃクリームなんですよ。しかもこれ3500円ぐらいして、なんて高級なボディーソープなんだっていう感じで、ちゃんとシャワーで後で使いたいと思います。でこの子めっちゃ可愛くないですか。これは彼のねお父さんがなんか趣味でこういうのを作ってるんですけど、いただきました。めっちゃ可愛いと思ってここにちょこんと飾ってます。こっち側に行くとこれまた可愛い子ちゃんがいますもう今マレーシアのモールとか行くといろんなとこでクリスマスデコレーションが売ってて、もう超可愛くて買っちゃうんですけど、これはなんかオレスとグルミットのグルミットに似てるなと思って、私オレスとグルミットすごい好きなんで買いました。この子可愛い。あとこのツリー、あとこれはなんか毎日のトゥードゥーリストを書くホワイトボードになってるんですけど、なんかねこういう感じで私は目に入るところに書いてないとどうしても忘れちゃうので、このテレビでねだらだらネットフリックス見てる時にこれがチラッと入ったらYouTube 編集しなきゃっていう感じにシャキッとなるかなと思って書いてます。そうだ、なんかマレーシアのエアコン横に長いです、めちゃくちゃ。そして風向きがね横に動くんですよ。縦に変えられないっていうちょっと難点があります。でこっちに行くと寝室です。これも昨日見つけてね、なんか水色とこのスノーマンが可愛いなと思って買いました。ちょっとでかすぎたけど。でここ入ると寝室になってます。で寝室もすごく素敵なんですけど、このラグとか枕とかも全部元からついていて、ただなんかシーツがついてなかったので普通の白いのを買いました。ここに全身鏡付きのクローゼットがあって、そうこの中にいろいろ服を置いてます。ベッドサイドテーブルの上は
私の日本にいる愛犬ちゃんココちゃんと、もう亡くなっちゃったんですけど、ココちゃんの兄弟のルアくんとお母さんのテディちゃんの写真も、これも彼のお母さんがねこういう感じで可愛く作ってくださって、これをここに置いてます。でその横にあるのが日めくりカレンダー。これがめっちゃ私のドタイプで、なんか全然関係ない機能をつけてるんですけど、これは完全に写真が好みなやつを置いてます。このベッドサイドテーブルには何入れてたっけななぜかカメラと、あと私ここベッドのこの真上にエアコンがあって直撃して何度か喉やられてるんですよ。なので夜寝る時につける用のマスクとドバンと無印のネイルオイル、ネイルもねこのマレーシアで毎月やってるので、このキューティクルに塗る用のネイルオイルと目薬を入れてます。でベッドはできるだけ毎朝ここまで綺麗にじゃないんですけどベッドメイクはするようにしてて、なんかベッドがぐちゃってなってたらそのベッドで寝るのちょっと嫌だなって思うので、夜の自分のために毎朝ちょっとだけの時間を使ってもね、さっと整えるだけでもすごくいい気持ちで寝れるので整えるようにしております。でこっち側はこれももう全部ついてきたやつをそのまま何もいじらずに置いてます。これは何入れてたかというと常備薬系ですね。薬はねやっぱちょっと怖くて日本のやつを持ってきたりしております。あとはアクセサリーとかコンタクトとかですね。で最後に洗面はこんな感じになってます。でマレーシアって湯船あるところが本当に少なくって、私も10軒内覧して1軒だけかな湯船があったんですけど、残念ながらここは湯船なしです。シャワーが上にでっかいのとこの2個ついてます。でこんな感じでちょっと謎にね縦長、どう使っていいのかわからない縦長の収納があるので、ここにシャンプーやら洗顔やらを置いております。でここも本当になんか全然片付いてないんでちょっと恥ずかしいんですがスキンケアとかいろいろごちゃっとなってます。